こんにちは皆さん、青空です。今日は特別な放送をお届けします。韓国旅行のスペシャリストの長さんをゲストにお迎えして、2025年8月のソウル旅行体験についてお話しします。こんにちは、長です。韓国を何度も訪れている私にとってソウルは第二の故郷のような場所です。今回は3泊4日のソウル旅行、特に1日目の移動とロンドン散策について詳しくお話しできることを楽しみにしています。そうですね、今回の旅のポイントは、まず成田空港ターミナル3から LCC、特にエアロ系を利用した移動です。長さん、最近の LCC の利用感はいかがですか？青空さんの質問にお答えする前に、今回の旅の出発点である成田空港第3ターミナルでの体験がとても印象的だったので、少し詳しくご紹介させてください。LCC 専用ターミナルと聞くと簡素なイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実は出発前から旅を盛り上げてくれる魅力がたくさん詰まっているんです。3宮映っていたアクセス通路は第2ターミナルから第3ターミナルへのアクセス通路です。今やポケモンロードになっているんです。壁一面に描かれた元気いっぱいのポケモンたちが出迎えてくれて、歩いているだけでワクワクしてきます。 T さんの出発ロビーに到着します。天井の配管がむき出しになったインダストリアルなデザインと、床に描かれた陸上トラックのような青いレーンが特徴的です。このレーンに沿って進めば、迷うことなくチェックインカウンターや保安検査場にたどり着ける非常に機能的な作りになっています。2020年に拡張工事が行われたそうで、以前よりも広々として快適な空間になっていました。さて、時刻は午前11時。話しながら間もなくこれから登場するエアロ系のチェックインカウンターに到着します。お、見えてきましたね。確かにカウンター B です。ジェットスターやハルジュー航空のカウンターの奥に見えますね。まだチェックイン開始時間までには少し早いですが、すでに列ができています。皆さん、旅慣れているんでしょうか？ 3 時間前には来られているようです。LCC 旅の楽しみの一つは浮いた費用で現地での食事や体験をリッチにすることですが、出発前からその恩恵を受けられる裏技があります。それが Priority Pass の活用です。 T さんの保安検査場手前にあるフードコートには Priority Pass が使えるレストランがあります。ここで私は熱々のお好み焼きをいただきました。通常3000数百円相当のセットメニューが無料で楽しめるので、フライト前にしっかりお腹を満たすことができ、大満足でした。昼飯の後、出国手続きが終わりました。搭乗口の近くにいます。旅行中のスマートフォンのバッテリーは生命線ですよね。T さんは充電設備も充実しています。フードコートのカウンター席や保安検査を通過した後の搭乗ゲート付近など、至る所に無料の電源コンセントと USB ポートが設置されています。私も搭乗までの待ち時間にスマートフォンとモバイルバッテリーをフル充電することができました。こうした細やかな配慮が旅の安心感を高めてくれます。いよいよ搭乗の時間です。見てください。あの飛行機が今回お世話になるエアロ系の機体です。隣にはハルンジュ航空の機体も止まっていますね。搭乗口へ向かう通路から自分の乗る飛行機が見えるのはやっぱりテンションが上がりますね。2時間の搭乗時間を経ってチョンジュ国際空港に到着するんです。ソウル市内からは少し離れているので、そこからの移動計画が大切になります。ソウルから離れてるのって思った方もいるかもしれませんね。でも、ここからが今日の本題。実は、このチョンジュ空港を利用したソウルへのアクセスが意外と快適で効率的だと
最近注目されてるんですよ。通常ソウルに行くならインチョンやキンポ空港が一般的ですが、今回はチョンジュからソウルへの裏技ルートをご紹介します。まずチョンジュ空港に着いたら、ここからオソン駅を目指します。タクシーで15分から20分ぐらいで移動もスムーズです。オゾン駅は新しくて広々としたモダンな駅で、乗り換え時間を利用して軽食を取るのに便利なフードコートもあるんですよ。そうそう、僕もこの前利用したんですけど、駅の雰囲気も良くて、旅の途中のちょっとした休憩にぴったりなんです。そしてオソン駅からはいよいよ韓国高速鉄道 KTX に乗車します。日本の新幹線のようなもので、快適さはもう保証済み。 KTX に乗れば約1時間でソウル駅に到着です。車窓からは田園風景や美しい山々、そして雄大なハンガンなど韓国の景色が次々と移り変わっていくのを楽しめますよ。清潔で広々とした車内で景色を眺めながらゆったり過ごせるのは、移動時間も旅の一部だと感じさせてくれますね。チョンジュ空港から KTX を乗り継いでソウルへ。このルート LCC でお得に韓国へ行きたい方、そして快適に時間を有効に使いたい方にぜひ一度試していただきたいですね。それでは皆さん K-POP の曲を聴きながら車窓風景を見ましょう。窓の外流れる郊外の景色、 K-POP のビート心に響く、ソウルへ向かう列車の中、このワクワク止まらない、憧れの街へと続くメロディー、希望のせ加速する旅路、新しい私に出会うため今走り出すこの瞬間、まだ見ぬ世界への扉開く、胸の高鳴り夢を誘う。はい、皆さんそろそろソウル駅に到着します。さあ長さんいかがでしたか？この KTX での1時間。いやー、あっという間でしたね。窓から流れる景色をぼーっと眺めてるうちに、もうソウルにいるなんて信じられないです。本当に快適でした。そうでしょう。清潔で座席も広々、移動の疲れを全く感じさせませんよね。そしてこのソウル駅のにぎわい、これぞ旅の醍醐味ですよね。わー、すごい人。もうすでにソウルの活気を感じますね。これから何を食べようか、どこに行こうか考えるだけでワクワクします。最高じゃないですか。このままミョンドンにもホンデにもすぐに移動できちゃいますね。 LCC と KTX を組み合わせることで、時間もお金も節約しつつ、ソウル市内の中心部にスムーズに到着できる。これは本当に賢い旅の選択肢ですよ。皆さんもぜひこの快適なルートを試してみてください。旅の始まりから最後までストレスフリーで楽しめますよ。さあ皆さん KTX を降りてついにソウル駅の広場にやってきました。長さんどうですか、この景色。いやー、半年ぶりのソウル、この駅前の風景、やっぱりすごい迫力ですね。高いビルが立ち並んで、目の前には大きな広場。なんか日本の主要駅とはまた違ったエネルギーを感じます。そうなんです。ソウル駅は単なる交通の要所じゃないんですよね。この広場はまさにソウルの鼓動を感じられる場所。遠くから見ると同じように見えるけれど、半年ぶりに来てみると前にはなかった新しい看板やお店ができていたり、街並みが少しずつ変化しているのがわかります。ああ、見てください。あそこで何か集会みたいなのをやっていますね。旗を掲げたり、シュプレヒコールを上げたり。そうですね。この広場はいろんな人が集まる場所でもあるんです。観光客やビジネスマン、学生、そして時には社会的なメッセージを訴える人々。多様なソウルの姿がここに凝縮されているんですよ。交通量もすごいですね。車もバスもすごい勢いで行き交っていて、この喧騒がまたソウルに来たって実感させてくれます。そう。そして
この広場を抜ければソウルの中心地へミョンドンやナムデムン市場もすぐそこです。ここから旅が本格的にスタートするんだというワクワク感がこみ上げてきますね。半年ぶりですけど、初めて来た時みたいにドキドキします。街の匂いや行き交う人々の熱気、全部が新鮮に感じられます。このソウル駅前の風景を前にすると、ただいまって言いたくなりますよね。活気に満ちたこの場所から僕たちの新しい旅が始まります。さて、長さん、まずはどこに行きましょうか？まずはミョンドン近くのホテルに行きましょう。それはいいですね。よし、早速行きましょう。さて、ソウルに来たら欠かせないのが地下鉄ですよね。駅がすごく綺麗で、案内表示もわかりやすい。しかも路線が本当に網羅されていて、どこへ行くにも困らないですよね。乗り換えもスムーズで、時間のロスが全然ないのがすごい。Tマニカードがあれば改札をピッとかざすだけで OK。 目的地まであっという間です。日本のスイタみたいな感じですね。日本語のアナウンスもあるから初めてでも安心です。ソウルを巡るならこの地下鉄は最強の味方ですよ。さあ皆さん、地下鉄に乗ってやってきました。ソウル屈指の繁華街ミョンドンです。うわあ、この人の多さ、そしてお店の数、やっぱりここに来るとソウルにいるって実感が湧きますね。そうでしょう。メインストリートにはコスメショップやファッションブランド、K-POP グッズのお店がずらりと並んでいて、どこから見て回ればいいか迷ってしまいますね。あそこ見てください。 H モレディの大きな看板、そして隣にはバンニストリオスがありますね。もうファッション好きにはたまらない通りです。そうなんです。各店舗では日本語が話せる店員さんも多いので、安心して買い物できるのが嬉しいポイントですよね。最近は韓国のブランドだけでなく、海外の有名ブランドもたくさん進出しています。お土産にぴったりな可愛い雑貨屋さんとか、カラフルな靴元屋さんとかもあって、見るだけでも楽しいですね。あれもこれも欲しくなっちゃいます。そしてこの時間帯になってくると、少しずつ辺りが暗くなってきて、ほら見てください。街は静かに待ってた。夕闇が降りる頃、誰もが息を染めて新しい何かを願う。時計の針が回る魔法の時間が来たんだ。一日が終わる時、期待に胸こらむ。さあ目を凝らしてごらん、一瞬の合図で変わる行動がかかなり出せ。世界が色づく瞬間、パッとテクネオンの光、ベイトの魔法祭のとりどりの夢、夜空の下で踊る心が跳ねるリズム、今しまる最高の夜、誰もが振り返る場所、輝く未来を掴もう。路地の奥から響く活気ある人の声、それぞれの物語をここで積み始める。笑い声が弾けて明日へとつなぐサイン、出会いと別れの中で忘れられない景色。さあ目を凝らしてごらん、一瞬の合図で変わる行動が高鳴り出す。世界が色づく瞬間、パッとテクネオンの光、メイドの魔法さ、色とりどりの夢、夜空の下で踊る心が跳ねるリズム、今始まる最高の夜、誰もが振り返る場所、輝く未来をつかもう。一瞬の輝きが永遠に変わる瞬間、この熱気を抱きしめ、もっと遠くへ行こう。迷いなんていらない、自由
な光浴びて新しい自分に出会う、そんな奇跡のよう朝までこのままでパッとテクネオンの光で糸の魔法さ色とりどりの夢、夜空の下で踊る心が跳ねるリズム、今始まる最高の夜、誰もが振り返る場所、輝く未来をつかもう。ライトができました。ネオンの光が街を鮮やかに照らし始めて、昼間とはまた違った雰囲気に変わりましたね。すごい。昼間は活気に満ちた街並みでしたが、夜になると一気に華やかさが増しますね。まさに眠らない街って感じです。そう、そしてミョンドンといえばこの時間から本格的ににぎわい出すのが屋台です。メインストリートの真ん中に美味しそうな香りを漂わせながらたくさんの屋台が出現しました。このネオン輝く街並みを眺めながらあれこれと食べ歩きをする時間は旅の最高の思い出になりますね。もうすぐホテルですね。今回はフォアポイントホテルを予約しました。部屋はこんな感じですね。清潔感があってアメニティも充実していますよね。旅の疲れを癒すのにぴったりの空間です。ミョンドンの賑やかさから一歩離れてゆったり過ごせるのは嬉しいですね。最高でした。窓の外にはナムサンタワーが見えるし、ベッドもふかふかで歩き疲れた体に染み渡ります。このホテルは設備もすごく充実しているんですよ。ちょっと館内を覗いてみたんですが、ジムやランドリーもあって驚きました。長期滞在でも安心ですね。さて皆さん、ホテルで一息ついた後は待ちに待った晩ご飯の時間です。今私たちはミョンドンからほど近い音代のガリ通りに来ています。わあ、想像していたのと全然違う。高いビルが立ち並ぶソウルのイメージとは違って、ここはレトロな雰囲気がすごいですね。昔ながらの看板や細い路地があって、なんだかタイムスリップしたみたいです。そうなんです。この一帯は韓国のノスタルジーを感じられる近年人気のエリアなんですよ。長さん、ちょっと見てください。もうあちこちから美味しそうな匂いが漂ってきています。はい、焼肉の香ばしい匂い、チゲのピリッとした匂い、いろんな種類の店がありますね。プルコギの専門店もあれば、若者に人気のフライドチキン、チメクのお店、そしてもちろん定番のサムギョプサルのお店も。特にこの音代のガリ通りで有名なのが、その名の通りのガリというタラの干物とビール、メクチューを露店飲みする文化です。ご覧の通り、通りの真ん中にはたくさんの露店の席が並んでいます。プラスチックのテーブルと椅子が並べられて、みんな外でワイワイ飲んでいますよ。信じられないほどの活気ですね。スーツ姿の会社員の方たちがお酒を仕組み交わしながら本当に楽しそうに話していて、まさに韓国ドラマに出てくるような風景そのものです。そう、この開放感がたまらないんですよ。ネオンサインやお店から漏れる暖かい光がこの通りの寝つきを
さらに高めているようです。ビールジョッキがぶつかる音や大声で笑う人々の声がまさにソウルの夜を象徴していますね。道端で飲むビールってなんでこんなに美味しいんでしょう。この賑やかな雰囲気がビールを何倍も美味しくしてくれますね。ここは美味しいグルメはもちろんですが、この場の空気を味わうのが醍醐味なんです。いろんなお店をちょっとずつ覗きながら、その日の気分で食べるものを決めるのも楽しいですよ。あそこのポッサム、ゆで豚のお店も美味しそうですし、向かいのジョン、チヂミのお店も気になります。音代に来るだけでソウルのローカルな文化に触れられた気がします。これは旅行者にとっては最高の体験ですね。さあ、僕たちもこの熱気に加わりましょう。今日はこののがり通りで楽しみの一夜を過ごしましょう。はい、まずはのがりとビールでコンベ乾杯ですね。今夜のチョイスは熱々の牛肉鍋にカリッと焼いたチヂミです。最高ですね。この活気の中で食べるご当地グルメは格別です。牛肉鍋とチヂミで満腹になったところで、少し夜の音代ウルチロを散策しましょうか。食後の散歩にちょうどいいですね。ええ、まだ時間は早いですが、飲み屋の活気は全然衰えていないですね。むしろどんどんヒートアップしている感じがします。これも人気だな。最初撮ったところだ。はい、行く？クラブか。クラブ行く？あ、ここでいい。ここいいじゃん。ここでいいですね。なかったね、さっき。さっきなかった。野外でなんか夜。ここはなんか野外に。ここいいじゃん。ここいい。ここは全部タッチ。え？全部タッチパネル。そう、全部タッチパネル。台湾の屋台。みんなやっぱこれ食べる。あ、聞こえますか？歌声ですね。あそこに路上シンガーがいますよ。音代のレトロな街並みに彼の歌声が響き渡っています。上手ですね。周りの人も足を止めて聞き入っています。今日の Vlog も彼の歌声の中で終わりましょう。また2日目で会いましょう。バイバイ。次に会いましょう。さよなら。全然どこ行けるか分かんなくなっちゃって。ここだホテル。